皆さんこんにちは。背景イラストレーターのありです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介などをしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、ちょっと動画のコメントの方にですね、溶岩の描き方が知りたいですっていうコメントがありましたので、そういえばやってなかったなと思ったので、溶岩のですね、簡単な描き方やっていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見て、溶岩ですね、描けるようになってみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、今回は溶岩の描き方なんですが、溶岩っていうとですね、どんなイメージかというと、赤かったり、すごい発光してたりですね、なんか見るからに熱そうな感じっていうのがね、イメージなんじゃないかなと思うんですが、それを出すためにですね、どういう感じで作画のポイントがあるのかというのを紹介していきたいと思います。溶岩ってなんていうんだろう、マグマなんですね。外に出たマグマ。なので、溶岩って漢字で書いてると岩じゃんって感じなんですけど、溶岩と岩って言って、ここではですね、ちょっと分けたいと思います。で、岩って何かっていうと、溶岩固まったりですね、したものになります。で、溶岩ですね、高温ですごい赤くね、光ってるというか、そういうね、明るさがあるものなんですが、その周りはですね、意外とですね、暗いものが多いです。で、ここに書いてるような感じ、溶岩の部分と岩の部分のコントラストをイメージしてあげると、目立ちますよというのを書いてるようにですね、結構ですね、このマグマ、ここマグマって書いてますが、溶岩ですね。溶岩ってその横にあるところがですね、結構その暗くした方が目立ったりするんですね。なので、明るい普通の木とか草のところにですね、溶岩が流れていったらですね、もう暑すぎてね、すぐ発火しちゃったりするので、結構ですね、溶岩が流れているようなところだったりするのはですね、なんか暗い、岩だったりとか、先に流れた溶岩がですね、冷えて固まって、岩になって、その間にまた溶岩が流れてくるような感じとか、だったりするのも多いのでですね、なんか暗い部分とマグマのその赤い部分ですね、をコントラストとして対比で描くと結構かっこよくなるかなと思いますので、この溶岩部分と岩の部分ですね、のコントラストがあると見やすいよ、かっこいいよって形で覚えておくといいかなと思います。で、次のポイントとして、レイヤー効果を使って発光させるというものがあります。これはですね、レイヤー効果って言って、乗算とか、オーバーレイとかスクリーンとかですね、レイヤーの効果があるんですが、そのレイヤーの効果の中にですね、大焼きとか追加とか発光とかですね、そういうのがあってですね、そういうのを使うと、ビカビカっとね、光らせるような感じの色を乗せることができます。なので、それを使うことによってですね、より赤々しく発光しているような感じを描くことができますので、それもポイントかなと思います。で、溶岩はですね、気泡多めの岩。これ、冷めたらですね、赤いこのマグマが出て、上に出てね、溶岩になって流れていくんですが、その溶岩に結構ガスとかが入ってて、冷める際にですね、それがバーって抜けていくと、固まって黒い、岩に、ね、なっていくんですが、その黒い岩はですね、結構そのガスがバーって抜けるとかそういうのの影響でですね、気泡が多くなったり、筋がね、入ったりします。この辺はですね、実際に Google 検索とかでもいいので、溶岩の固まったやつを見てもらうとわかると思うんですが、結構ですね、ギザギザしてたりとか、痛そうな感じだったりですね、気泡がいっぱい開いてたりするのが目立つと思いますので、その周りの固まった、冷えて固まった溶岩描きたい場合ですね、岩描きたい場合は、その辺も注意してあげると、よりそれっぽくなるのかなと思いますので、そこもぜひ気をつけてみてください。結構ですね、溶岩をかっこよく仕上げることもできますし、マグマが外にバーンって出てるような爆発とかを描いたりすると、すごいね、かっこいいイラストになりやすいので、ぜひね、描いてもらいたいなと思います。僕もですね、昔こういうイラストを描いたんですが、これ iPad のね、で描いてるんですが、これとかも溶岩ですよね。さっき言ったコントラスト、この暗い部分と明るい部分の対比でですね、発光しているような感じで描いてたりしますので、その辺とかをですね、描いてあげると、より目立ちやすくですね、仕上げることができるかなと思います。それではですね、次に実際作画していく方法についてですが、まずはですね、ベタ塗りで岩と溶岩を描いてあげてください。ベタ塗りでね、この黒い部分、これが岩の部分ですね。いわゆる冷えて固まった岩の部分。で、この赤いベタ塗りのところが溶岩になる部分です。ここはね、レイヤーを分けた方がいいですね。この辺をベタ塗りで最初に描いてあげて、で、あとは、ハイライトでさっきの発光の部分ですね。大焼きだったりとか、発光とかのレイヤーの効果を使って、こういう感じで光らせてあげましょう。そうですね。これがこんな感じで光っていくと。で、この岩の固まった部分は真っ黒じゃなくて、少しですね、筋を入れたり、気泡をね、
入れたりしてあげることで、完成という形になります。あとはここ、照り返しの赤い光とかをね、入れてもいい感じになるかと思います。なので手順としてはすごい簡単にね、書けるかなと思いますので、ぜひいろいろやってもらいたいなと思います。あと火山の噴火もですね、同じ書き方で大丈夫ですね。まずシルエットを書いて、ベタ塗りで書いて、で、その上にですね、レイヤーを分けて、この溶岩の部分をこう噴火させたりして、で、書いていくっていう形になります。で、今回このプロクリエイトで紹介しているので、プロクリエイトのおすすめブラシになるんですが、少しザラついたブラシだったら何でも大丈夫かなと思うんですが、僕はですね、このペイントの中のスタッコとかですね、少しウェットなブラシとか、この辺を使ったりすることが多いかなと思います。特に気泡をね、入れたりするときはこの2つを使ったりします。これだけじゃなくてね、いろんなの使ったりするんですが、ニッコラルとかもね、いい感じかなと思いますので、少しザラついたブラシを使ったらそれっぽく仕上がるかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。でですね、このやり方でちょっと軽く作画していってみたいと思います。ベタ塗りで、まず最初に形を作っていきましょう。ちょっと今回簡単にね、こういう感じで流れてるところを書こうかなと思うんですが、こうあって、ここに流れているような感じですね。で、まずこれが冷えた部分のベタ。この上にレイヤーを作ってですね、マスクをクリップとかして、で、今度は、溶岩がこう流れてるようなベタ塗りを作ってあげます。今回ちょっと単純ですが、こんな感じで書いていきましょう。であとはですね、これを発光させていくわけですね。発光させるにはですね、レイヤーをプラスして、このレイヤーのモードですね。このモードを今回ちょっと追加で書いていきましょう。追加っていうのを使って書いてあげると、少しわかりますかね。これ発光していくんです。で、発光していく際はですね、エアブラシとかでちょっとぼやっとした色をつけてあげるといい感じになるかと思いますので、こんな感じでね、ちょっと、もやっとさせてあげてください。で、この中心の部分とかをね、赤くしてあげたりとかすると、光がね、入ってる感じが、高温な感じがね、出て分かりやすいかなと思います。で、あとさらに、この辺とかですね、ちょっと流れてるところとかに、さらに、こういう感じで入れてあげて、指先ツールとかでですね、こうやって伸ばしていってあげると、より高温な感じと、明るさもね、感じることができますので、こんな感じでですね、ちょっと白に近いやつとかを使って入れてみてください。今これ追加ですね。この追加っていう、クリスタとかだと発光って書かれたりするんですが、大焼きでもね、いいんですが、それよりも光ったりする形になりますので、僕はこの追加っていうのを使っています。で、大焼きの場合はですね、もう少し明るい色を置いてあげたりすると、うまくいくかなと思います。なので、こんな感じで、発光させてあげて、で、発光させるだけじゃなくてですね、少し暗い部分っていうのを作ってあげてもいい感じになりますので、新しくレイヤーを作って、蒸散ですね。蒸散のレイヤーを作って、少しね、周りのところに暗い部分をこうやってね、作ってあげたりすると、より深みが出たりね、しますので、こんな感じで色をね、置いていってあげましょう。これで、ベタ塗りから一つ上にですね、この発光のカラー、そしてさらに上にちょっと影の部分ですね。カラーをのせてあげることになります。ただこの冷えて固まった岩ですね。ここも少しグレーとかで、ボケた感じでね、いいと思いますので、ボケブラシとかでこんな感じでハイライトを入れてあげてですね。であとはさっきのペイントの、スタッコとかで、ちょっとね、見えないかもしれないですが、こういう感じ、わかりますかね今、ザラついたのがついたのわかりますかここに。こういう感じでザラついたテクスチャーとかをこうやってつけてあげたりすると、溶岩の気泡をね、表現することができますので、この辺のブラシを使って追加していってあげましょう。あとは筋とかをね、入れたい場合とかは、
う筋の部分をこう線でね、描いていってあげたりすると、この辺ですね。ちょっと小さすぎてわかんないかもしれないですけど、いい感じに、ね、なっていくかなと思いますので、まあ、この辺ですね。をうまく調整してあげることで、溶岩らしさっていうのは出せるかなと思います。あとエアブラシとかでですね、少し照り返しを入れたい場合とかは、溶岩の赤く光ったのをこの辺にね、反射させたいなとか、いうのを思うときは、こんな感じで少し、ちょっと入れすぎですが、明るいのをね、足してあげたりするのも、ありかなと思います。こんな感じで、ちょっとざっくりですが、書き方としては、今のイメージで書いていくと書きやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。ベタ塗りと、発光のレイヤーと影と、あと照り返しですね。この並びで溶岩をそれっぽく書くことができます。あとはですね、この溶岩もですね、その場に留まって、ボコボコしてる感じだったりとか、少し流れてる。これとか少し流れてる感じなんですが、流れてる感じの溶岩とかね、いろんなパターンがありますので、どういうのを書きたいかっていうのを、一番最初に調べるのがね、重要かなと思いますので、自分が書きたい溶岩の形、流れ方とか、場所によってもね、変わってきますし、噴火のパターンとかもありますし、そういうのをですね、いろいろ調べてみてください。そしてですね、どういう形で基礎のベタを書けばいいのかなとか、どういうボコボコ感を出せばいいのかなっていうのは、そういうのを見ながらですね、書くことによってよりリアルに書くことができると思いますので、基本はこの、作画のやり方、プラスこれにですね、自分で資料を調べて、それを活かしていただければと思います。というわけでですね、今回は溶岩の書き方のポイントについて紹介してきました。結構ですね、書くタイミングっていうのは少ないかもしれないんですが、いろいろですね、この書き方っていうのは川もね、同じ書き方で書けますので、芝生をね、ベタで書いて、その上に青のベタ塗りでね、川の部分を書いて、上からちょっとテクスチャを入れていくとかですね。このベタを重ねて書く方法っていうのは結構いろんなものに応用できますので、ぜひですね、やってもらいたいなと思います。あとは風景書くときにですね、溶岩とか噴火とか書けると、結構ね、ワンポイントとしてかっこいいイラストになりがちなのでね、そういう意味でもですね、ぜひチャレンジしてもらいたいなと思います。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のボタンを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト販売等もしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。